皆様こんにちは、ゼリナです。今回はリニューアルをしたジバンシーのプリズムリーブルブレストパウダーを人気のエレガンス、ラプードルオートニュアンス、ディオールスキンフォーエバーヌードマットフィルター、グレードポーボーテ、グードルコンパクトエサンシエル N と比較しながらご紹介していきます。こちらのチャンネルはメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。デパコスのプレストパウダーの中でも特に人気のジバンシーがリニューアルということで、今回はエレガンスやディオールなど人気のプレストパウダーと比較しながらジバンシーのパウダーの特徴をご紹介していきたいと思います。それぞれのパウダーの塗り心地、室内と自然光で見た時の仕上がり、毛穴補正力とカバー力、香り、4時間後のマスク崩れ、お直しについてご紹介していきますので、少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。他にもベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ジバンシープリズムリーブルブレストパウダー、超微細パウダーで叶えるプリズム透明感、透明美マット肌を一日中キープ。今回ご紹介するナンバー01パステルショーンは銀と澄み渡るクールな美しさを引き立てる透明感へ。それではリニューアルをしたジバンシーのプリズムリーブルブレストパウダーを他ブランドの人気パウダーと比較しながらご紹介していきたいと思います。まず比較していくのはこちら。エレガンスのラプードルオートニュアンス1番のカラーです。この2つはしっとりした粉質で毛穴レスなセミマット肌に仕上がるところや、ブルーやグリーンなどの色補正効果が入っているところが似ているポイントです。まずはこちら側半分にジバンシーを塗っていきます。パウダーごとにパフやブラシなど付属のアイテムが異なるので、今回はこちらのジバンシーのプリズムリーブルブラシを使って塗っていきたいと思います。ブラシにまんべんなく取って、まずは全体に置くようにのせた後、優しく磨いていきます。リニューアル前よりもかなり柔らかいパウダーに変化したので、一塗りでもこんな感じで結構しっかり肌に乗ってくれる感じがします。はい、まずはこちら側半分にリニューアルをしたジバンシーを塗ってみました。パウダーなしの方と比較をすると、こちらのパウダーのカバー力と毛穴補正力の高さがわかりやすいと思います。リニューアル前よりもかなり柔らかい粉質に変化しているので、軽くのせるだけでもパウダーがしっかり肌の上に乗ってくれて、毛穴凹凸を埋めるような補正力を感じられました。近くで見るとこんな感じです。毛穴凹凸を埋めるように補正して、さらに透明感が出ているのもわかりやすいと思います。かなりハイカバーなパウダーに進化しました。しっかりカバーしつつテカリを抑えたセミマット肌に仕上がっていますが、顔の中心に光を集めてくれる効果で、重たくパサついた印象のマットではなく、滑らかで陶器のようなマット肌に仕上がっていると思います。では反対側にはエレガンスを塗っていきます。こちらも全体に軽く置くようにのせて、優しく磨いていきます。エレガンスはブラシ塗りをするとこんな感じで、程よく素肌の透け感が残ってくれます。はい、こちら側にはエレガンスを塗ってみました。エレガンスも毛穴補正力が高いパウダーですが、今回のようにブラシ付けをすると、カバーしながらも程よい素肌の透け感が残っている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。毛穴凹凸はしっかり埋めながらも、そこまで厚塗り感が出ていなくて、軽やかな肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。どちらも毛穴や凹凸を埋めて補正してくれるタイプのパウダーですが、ブラシ塗りで比較をすると、ジバンシーの方がよりカバー力が高く、エレガンスの方がカバーしながらも透け感が残るという違いがありました。そしてカラーについてはどちらも結構しっかりトーンアップしてくれていますが、ジバンシーの01番の方がより明るく透明感が出る印象。エレガンスの1番の方が透明感カラーの他に
イエローやピンクなどの血色感カラーも入っているからか、明るさを出しながらも程よい血色感が残ってくれる感じがします。よりしっかり明るさを出したい方はジバンシーがおすすめです。そして質感については、どちらもふんわりしたセミマット肌というところは共通していますが、エレガンスは滑らかで均一な肌に仕上がっているのに対して、ジバンシーは頬の高い位置などに光の反射を楽しめるようなセミマット肌になっています。ツヤではなく光の明るさを感じたい方によりジバンシーは使いやすいかなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光でもどちらも毛穴を一切感じさせない滑らかな肌に仕上がっていますが、やはり比較をするとジバンシーのカバー力とエレガンスの透け感の違いが分かりやすいと思います。そして肌表面の触り心地については、エレガンスの方がパウダーでしっかり肌を覆っているようなイメージなのに対して、ジバンシーの方が肌に馴染んであまり粉っぽさを感じさせない印象です。カバー力が高いのに粉っぽい触り心地にならないところもすごく優秀だなと思います。そして香りについては、ジバンシーはフレグランスのような香りが結構しっかりめにする印象。エレガンスはパウダリーなスキンケアのような香りがこちらも結構しっかりめに感じられます。香りの種類的にジバンシーの方がより強く感じるので、香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。では、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見ると、どちらも塗りたての時のままの毛穴や凹凸を感じさせないスッキリしたセミマット肌を保っているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで、ジバンシーは毛穴補正力とカバー力どちらもしっかり保ってくれているのと、色補正力も持続していて、時間が経ってもくすむ感じが気になりにくいです。マスクの摩擦も気にならないので、こちらはかなり崩れに強いタイプのパウダーじゃないかなと思います。そしてエレガンスもこんな感じで、毛穴補正感やマスクの摩擦には強い印象ですが、ジバンシーと比較をすると小鼻の横に若干テカリが出てきているのと、塗りたてよりも肌に馴染んでカバー力が少し落ち着いている感じがします。アップで見るとこんな感じです。引きで見るとよりジバンシーのカラーコントロールの持続力がわかりやすいと思います。そして肌表面を触った感じは、ジバンシーは小鼻の横も頬の広い範囲も全くテカリが出てきていないです。塗りたての時から粉っぽさやパサつく感じはしませんでしたが、テカリにも強いのはすごくいいなと思いました。エレガンスは小鼻の横に若干しっとり感が出てきているので、こちらはこまめにお直しをしながら使うのがおすすめなパウダーかなと思います。では軽くティッシュオフをして、それぞれお直しに使った時の様子もご紹介していきたいと思います。お直しにはそれぞれのパウダーの付属のアイテムを使っていきたいと思います。ジバンシーにはこんな感じのブラシがついているので、このブラシでお直ししていきたいと思います。付属のブラシを使ってもしっかりパウダーが乗りますが、こちらの方が毛足が短いからか、より光を集めた透明感が肌に乗る感じがわかりやすいと思います。エレガンスにはこんな感じの薄めのパフがセットになっているので、こちらを使っていきます。エレガンスはパフを使って押さえるようにのせると、カラー補正効果やカバー力の高さをしっかりと感じることができます。はい、それぞれお直しに使うとこんな感じです。どちらもカバー力の高いパウダーですが、お直しに使っても下に残っているパウダーやファンデーションと混ざって汚くなることもなく、塗りたての時のままの毛穴補正感が復活してくれました。ジバンシーは毛足の短い付属のブラシで使うと、磨いたような自然な立体感がしっかり出て、エレガンスは付属のパフでつけるとカバー力やトーンアップ感がかなりわかりやすいと思います。それぞれアップで見るとこんな感じです。ブラシ付けをしたジバンシーとパフ付けをしたエレガンスがだいたい同じくらいのカバー力に感じるので、パウダー自体のカバー力はジバンシーの方が高めな印象です。お直し後比較するとこんな感じです。続いてはこちら、ディオールのディオールスキンフォーエバーヌードマットフィルターと比較していきます。こちらの2つはしっとり柔らかい粉質と高いカバー力があるところが似ています。
こちら側にはすでにジバンシーを塗ってある状態なので、反対側にはディオールを塗っていきます。今回もジバンシーのパウダーブラシを使っていきます。ディオールはこんな感じで、カバー力の高さももちろんですが、ファンデーションのようなカラーもついているので、より補正力が高く感じます。はい、こちら側にはジバンシー、反対側にはディオールをそれぞれブラシで塗ってみました。半眼ずつに塗り比べてみると、ジバンシーのツヤではなく光で立体感を出してくれる感じと、ディオールのナチュラルなパウダーファンデーションを重ねた時のような高いカバー力の違いがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。ジバンシーはハイカバーながらも光の効果で軽やかさが出ているのに対して、ディオールはこんな感じで毛穴凹凸をしっかり埋めて色ムラのないハイカバーな陶器肌に仕上がっています。小鼻の横の赤みなどもカバーしてくれる効果があります。それぞれアップで見るとこんな感じです。毛穴や凹凸を補正してハイカバーに仕上がりながらも立体感や軽やかさが欲しいという方はジバンシーがおすすめ。ジバンシーよりもさらに高いカバー力で隙のないフィルターをかけたようなマット肌に仕上げたいという方はディオールがおすすめです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとジバンシーの顔の中心に自然に光が集まる感じとディオールのフィルターをかけたようなハイカバーなマット感がわかりやすいと思います。肌表面の触り心地についてはどちらもかなりカバー力の高いパウダーですが、同じくらい粉っぽさを感じさせずに滑らかに肌に馴染んでくれています。パウダーでカバーしたいけれどパサつくのは苦手という方に安心して使いやすい2つだと思います。香りについてはどちらもフレグランスのような香りが結構しっかりめにする印象です。ディオールの方がフローラル系なのと香り自体もジバンシーよりも若干控えめに感じられます。ではこれから4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらのパウダーもテカったりよれたりせずに塗りたての時のハイカバー感を保っているのがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、ジバンシーはハイカバーながら光の立体感やカラー補正力が持続していて、ディオールも髪や色ムラの補正力やハイカバーな仕上がりが綺麗に保たれています。ただ、ディオールの方がパウダーに厚みがあるからか、マスクがよく当たる位置は少しだけ摩擦が気になりました。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは見た目通りどちらも小鼻の横も頬の広い範囲もテカリやベタつきが出ていなくて快適な状態で過ごすことができました。この2つは程よいしっとりさもありますが皮脂にも強いのでいろいろな肌タイプの方に使いやすいんじゃないかなと思います。ではティッシュオフをしてお直しをしていきます。ディオールにはパフやブラシはセットになっていないので先ほどと同じフェイスブラシを使っていきます。ディオールもハイカバーですが、しっとりした粉質なので、上から重ねても汚くならずに復活してくれます。それぞれお直しをするとこんな感じです。ジバンシーは光を集めたような立体感。ディオールは赤みや色ムラを抑えたハイカバー感が復活してくれます。近くで見てもこんな感じで、どちらもお直し用にも最適なパウダーです。アップで比較するとこんな感じです。最後はこちら。ジバンシーとクレドポーボーテのプードルコンパクトエサンシール N を比較していきます。こちら側にはすでにジバンシーを塗ってある状態なので、反対側にクレドポーボーテを塗っていきます。クレドポーボーテはジバンシーよりもさらに柔らかくてしっとりしたパウダーなので、ブラシ付けをするとこんな感じで、しっかり肌に乗りつつ、ふんわり柔らかいベールをかけてくれるような仕上がりになります。はい、こちら側にはジバンシー。反対側にはクレドポーボーテを塗ってみました。クレドポーボーテもしっとり柔らかなパウダーで肌全体を覆うような高いカバー力がありますが、ブラシ塗りで比較をするとジバンシーよりも若干素肌の透け感とナチュラルさがあります。クレドポーボーテもふんわりとしたソフトマット仕上がりですが、
ちらも顔全体に自然な光を集めるような感じがあるので、マット仕上がりだけれど重たくなりすぎずに立体感が残るところなどがジバンシーとよく似ているなと感じました。近くで見るとよりそれぞれのカバー力と透け感の違いがわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。立体感を残しながらもより高いカバー力をお求めの方や、肌の透明感をアップさせたい方はジバンシーがおすすめ。程よい透け感を残したい方や、肌の色に近い自然な仕上がりがお好みの方はクレドポーボーテがおすすめといった違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとどちらも毛穴や凹凸をきれいにカバーしてくれるセミマットに仕上がっていますが、自然な光の立体感が残っているところもわかりやすいと思います。やはり比較をしてみるとジバンシーの方がカバー力が高く、クレドポーボーテの方が透け感が残る印象です。肌表面を触った感じはどちらもパサつくことなく、ジバンシーは肌に馴染んでつるんとした仕上がり、クレドポーボーテは柔らかいパウダーで肌を磨いたような程よい保湿感を感じられます。乾燥が気になる方はクレドポーボーテがより使いやすいんじゃないかなと思います。香りについては、ジバンシーはフレグランスのような香りが結構強めにする印象。クレドポーボーテはロース系のスキンケアのような香りがうっすらとする程度なので、香りが苦手な方にはクレドポーボーテがより使いやすい印象です。では、これから4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。両方ともしっとりしていて、粉っぽさを感じさせない仕上がりでしたが、光ったり崩れている感じも気になりにくいと思います。近くで見てもこんな感じでどちらも綺麗に保っていますが、比較をするとクレドポーボーテの方がよりしっとりしたパウダーだったからか、時間が経つと皮脂と馴染んで塗りたてよりはカバー力が少し抑えめになった感じがするのと、マスクがよく当たる位置は少しだけ摩擦が気になりました。クレドポーボーテはカバー力の高さと程よいしっとり感も欲しいという方に使いやすいと思います。アップで見るとこんな感じです。肌表面を触った感じは、ジバンシーは小鼻の横も頬の広い範囲もテカリやベタつきが気にならないのに対して、クレドポーボーテは小鼻の横は若干しっとりしていますが、こちらも頬の広い範囲は塗りたての粉っぽさは感じないけれどベタつきも抑えてくれるような快適な状態で過ごすことができました。ではティッシュオフをしてお直しをしていきます。クレドポーボーテにはこんな感じの薄めのパフがセットになっているので、お直しにはこちらを使っていきます。クレドポーボーテはパフ塗りをするとこんな感じで、しっとりしたパウダーがしっかり肌に密着してくれてカバー力がアップしていきます。それぞれお直しをするとこんな感じです。どちらもしっとり柔らかいパウダーなので、お直しにも使いやすいです。クレドポーボーテはパフ塗りをするとふんわりしたカバー感がアップしてくれます。お直し後アップで比較するとこんな感じです。はい、ではこんな感じでリニューアルをしたジバンシーのプリズムリーブルプレストパウダーを人気のパウダーと比較しながらご紹介していきました。今回ご紹介した4つのパウダーはすべてカバー力が高く毛穴や凹凸をきれいに補正してくれて崩れにも強かったですが、4つの中で一番カバー力が高かったのはディオール、続いてジバンシー、3番目がクレドポーボーテ、一番ナチュラルに感じたのはエレガンスでした。特にクレドポーボーテとエレガンスは付属のアイテムがパフなので、パフ塗りをするとまた仕上がりのイメージが変わりますが、今回のようにブラシ塗りで比較をすると、こちらの2つはカバーしながらも透け感を楽しめる印象。ディオールとジバンシーはブラシ塗りでもかなりハイカバーに仕上がって、パウダーでしっかり肌を補正したい方に特におすすめだなと思いました。そして皮脂崩れについてもジバンシーとディオールが強かったので、この2つはこれからの暑さが残る時期にも特に使いやすいと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。